地球上の皆さん、こんにちは。KEMIO、ケミオです。Good morning, Baltimore! OK、ということでみんな先週1週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。本当にみんなにはごめんねが止まらなくて本当に色々いっぱいになってるんだけど、動画が2週間も空いちゃったのね。それはなんで空いちゃったかっていうと、ケミオ人生で初めて泥棒に会いました。やーい泥棒だよー。どこから説明したらいいかわかんないんだけど、初めての被害に遭ったのは、まず、だいたい11月ぐらいだったの。で、11月ぐらいに、自分の頼んだオーダーした荷物があるのね。郵便屋さんから届いた荷物が、ペッペルーって家に届いてきたの。したらね、アメリカってね、なんかね、家にいないと適当に、なんていうの、集合住宅とかアパートだったら、アパートの玄関にある、ポストとかこう、団地とかにベーってあるじゃん。ここにね、ポンって置いてくのね。それでそのポンをされて、うちは家に帰ってきてこうやって、メールで届いたってなってると思ってこうやってチェックしに行こうとしたら、なかったの。それでどうしようと思って、アパートメントのマネージャーに連絡したら、誰かなんか女の人がその箱を外に持ち出してますよって言われたの。で、と思って、すごい結構その日はショックを受けてて、こんなことはもうないかなって信じてたの。そしたら、うちこの間12月の26日から日本に帰ったんだけど、25日の夜の日に、全部洗濯物を出しに行ったので、日本に帰るから洋服全部クリーンにしてから行こうと思って、洗濯機はうちのアパートは全員共同なの。地下室にあるのね。怖いよね。それで地下室にあるから、それで洗濯しに行こうと思って夜中に。で、洗濯して終わって、受け取りに、自分で取りに行って、乾燥機に入れて乾燥45分かけて、上にこうやって帰って映画とか見てて、ピッピーってなって、戻ってきたら洗濯物がなかったの。それでしかも聞いて。しかもみんな聞いて、お願い聞いて。洗濯物がね、ただなかっただけじゃなくてね、ブランド物だけ全部取られてたの。なんかアディダスとか、なんかイギリスとかから買った結構高めのブランドの洋服とかだけ、全部こうやって取られてて、ヴィンテージとか古着とか、なんか100円とか200円とかの汚い T シャツとかは全部置いてあったの。で、しかも、お店みたいに全部畳んであったのね。畳んであって置いてあったの、棚に。ありえなくない？それでうちもそれがショックすぎて、日本の前日で。で、もう次の日朝空港でもアパートメントのマネージャーにもブワーってメール書いて、私これ初めてじゃないですって。2回目でこのアパートに住んでて、自分のものが盗まれるって普通にありえなくないですかって言ったの。したらアパートメントのマネージャーそれガン無視したのね。で、うちからしてみれば、お前もそんな態度やんだったらこっちから出てくけど。ねえ。で、1週間後ぐらいにメールが返ってきて、あと2日後ぐらいにうちがアメリカにたった今ってするときに、なんか今受け取りましたみたいな。絶対嘘だよねってそういうやついるよね。LINE に既読つけないで、既読とかつけたりして、後から携帯が充電が切れてたとかいう、そこら辺の JK と変わりませんよあなたって感じなんだけど、それで、なんか、動画が送られてきたの。ポンポンポンって。最近うちのアパートメントで、なんかだいたい昼の1時半ぐらいか、夜中のみんなが寝てる時間帯に、アパートに入ってきて玄関の前に置いてある荷物とか洗濯機とか全部盗んでいく女がいるっていう、あれで動画を送られてきたの。で、うちそれ見た瞬間に震えて、本当に。マジで怖っと思って。で、これが送られてきた時の動画なんだけど、見て逃げる時とか確認してない、誰かいるかなみたいな確認してない。で、もっと怖いのが、うちのアパートメントってセキュリティ、夜ね、セキュリティの男の人がこうやって玄関の前に立ってるんだけど、その人も毎日いるわけじゃなくてシフト制なのね。で、そのシフトも全部知ってるの。で、どこの部屋に誰が住んでるかも全部知ってるらしくて、で、昨日この動画を撮った2日前の夜にも来てたの。で、2時間洗濯機の部屋で、地下室でずっと一人で待機してたらしくて、夜中の1時半にセキュリティがいない間に戻ってきて、で、こうやって玄関に入ってきて、うちのアパートのマネージャーね、ちょっとね、なんかね、わかんないけど、テンションが上がっちゃったのか、なんかパリピになっちゃったんだかなんだかわかんないけど、いつもは大事な連絡ってね、アパートメントの住人にね、一斉にメールで送るのにね、今回だけはね、おっきいね、写真をね、その女の顔を印刷してね、玄関にボーンって貼ったの。そしたらその女がね、こうやって入ってきた時にね、こうやって見つけてね、それをね、引っ張り剥がしてね、マンションにまた戻ってったの。やばくない？レベチすぎない？そんなことする女って。普通だったらさ、やばい、もう俺バレてる、逃げようじゃないの。その女はね、私やってやるよって感じのね、体育会系のね、レベチのね、ギャルなの。だからね、私もね、もうそれ聞いた瞬間ね、震えてね、ちなこれがね、ビデオ見て。こんな感じでさ、入ってくるじゃん。したらね、読んでんの、こうやって。読んでんの。結構ファッショナブルだよね、泥棒なくせに。結構すごい、なんていうの？結構マルキューとかに売ってそうな服着てんだよね、これ。ほら、剥がすの！
剥がすんじゃないよって、てめえのニュースペーパーじゃねえんだよって感じじゃない？てめえのニュースペーパーだわ。てめえのニュースペーパーだ。ごめん。てめえのこと書いてあったわ。やばくない？で、うちそれがもう本当に怖くて、泥棒が住んでるっていうのが、泥棒が今でも来るっていうのが怖くてしょうがなくて、普通にドア1枚の壁だし廊下と、普通にキック3回ぐらいしたらドアなんで吹き飛ぶじゃん。やっぱり3匹の小人とか有吉なきにしだし。で、なんかこの2週間はなんでっていうと、新しいアパートをもう探してても住めないと思って、この家に。だって警察に連絡しても警察もさ、そんな対応してくれないのね。こっちとのアメリカは。日本とかだとさ、どうしましたかーって感じだけどさ、こっちだとどうしましたかなの。この温度差のテンションの差って結構こっちとら大事系なのね。大体アパートもやっと決まってきて、もうすぐで引っ越そうかなっていうタイミングなのね、今。だからちょっとこれくらい動画が空いちゃった。ごめんね。がさ、この動画の中でさ、泥棒に入られた人は多分いると思うの、日本で人生の中で。でもうち今まで一回もなくて、しかもさ、一回来て逃げるタイプの泥棒じゃなくてさ、なんていうの？泥沼タイプの泥棒なの。もうすごい何回も来て、夜中とかにこっちとが寝てる間に来るタイプの、もう映画タイプの泥棒だから、もう初体験すぎて、で夜とか家とかたまにさ、友達と遊んで帰ってくる時とかあるじゃん。鉢合わせたらどうしようって、なんか友達とかは、なんか、お前もし見つけたら YouTube 回してやんなって言うけどさ、何持ってるかわかんないじゃん、こっちとらこの世界。剣も持ってるかもしれないし、違う、銃ね。銃も持ってるかもしれないしさ、これも持ってるかもしれないしさ、スタンガンとか持ってるかもしれないじゃん、やっぱり。そんな自分のポスターが貼ってあってもさ、剥がして何回も戻ってくるような女だから、そんな感じで、まあなんて言うんだろう、もう取られたものは多分売りさばかれてるし、私が言いたいのは、やっぱり100円200円って稼ぐのって本当に大変なわけよ。うちも高校生の時死ぬほどバイトしてたし、それでお金を稼ぐのって本当に大変だと思ったし、だけどそういう稼いだ辛い気持ちとかいろんな気持ちが集まった、その札束、その金だからこそ好きなものを買った時に、バーってなるわけよ。それがわかんなきゃダメだよ。それが人生の刺激だからね。OK、ということで、まあそんな感じで大体落ち着いてきたから、今日はこんな感じの動画になっちゃったけど、みんなも気をつけてね、戸締まりとか日本もさ、人のことは言えないような環境と土地だからさ、ね。ということで、これからはまた通常運転で動画して配信していくから、よかったらインスタグラムのフォローとスナップチャットとチャンネル登録をしてください。よろしくお願いします。ということで、またみんなに会える日を楽しみにしてるね。バイバーイ。